別人になるのは難しいが、別名を名乗るのは簡単だ。その言葉に皆違う意見を持つはずだ。どちらも成し遂げたものならどう答えるのだろう。あの天命最強のバルキリーなら。この戦闘、私たちは勝たなければいけません。天元のパラディンは虚数タイプの物理アタッカーだ。ナイトとランサーを自由に切り替えられ、異なる形態で攻撃する。ランサー形態中はランスで戦い、時間とともに長編エネルギーが回復する。武器スキルを使うと一定の長編エネルギーを回復可能だ。通常攻撃は4段攻撃で物理ダメージを与える。長編エネルギー満タン時、攻撃ボタン長押しで天元破山を発動し、全時空断裂を発生させ大ダメージを与える。回避ボタンで防御、回避ボタンと同時に方向ボタンを押すと盾突きが発動する。防御成功もしくは盾突き命中後に攻撃ボタンを押すと打ち上げ斬りが発動する。極限回避スキルが発動可能な場合、時空断裂を発生させ長編エネルギーを全回復し、同時に天元破山を発動する。武器視野の国交もしくは視野のあたじなを装備時、一部の攻撃後に光る武器ボタンを押すと連携砲撃を発動し追加ダメージを与える。ナイト形態中は机上作戦を行い、時間とともに長編エネルギーが回復する。移動時は回復速度が上がり、満タンになるとシック状態に入る。通常攻撃は戦馬とともに攻撃し物理ダメージを与える。シック状態中、回避ボタンで踏みつけを発動し周りの敵を吸い寄せる。攻撃ボタン長押しで突撃を発動し大ダメージを与える。命中時は長編エネルギーを消費する。期間中、攻撃ボタンを離すと精鋭攻撃を発動しダメージを1回与える。踏みつけ、突撃、精鋭攻撃は全てチャージ攻撃だ。極限回避スキルは自ら発動でき、長編エネルギーが全回復し全時空断裂が発生する。必殺技ボタンで形態を切り替えられ、各形態の回避効果が発動する。一定時間ごとに形態切り替えと同時に極限回避のクールタイムがリセットされるぞ。敵が時空減速ノックバック状態になると QTE が発動可能になり、ナイト形態で出場し物理ダメージを与える。天元の道ここにて切り開け。天元の境に触れたその姿のせいか、いつの間にか彼女に見下ろされるのを当然のように感じてしまう。必殺技を発動すると広範囲に高い物理ダメージを与える。その際必ず会心が発生するぞ。虚数タイプの敵に命中するとその体に受けるダメージは一定比率で虚無の種に響く。まずは甘辛ガールがチャージ攻撃と必殺技を発動し、指揮の律者が出場して必殺技を発動しよう。天元のパラディンが QTE 出場し回避スキルを発動し突撃する。精鋭攻撃発動後、武器スキルを発動しランサー形態に切り替える。盾突きと天元破山を発動した後、通常攻撃につなげ必殺技を発動するといい。視野の国交もしくは視野のあたじの装備時は天元破山の後に連携砲撃と武器スキルを連続発動し、最後に必殺技を発動するのもいいだろう。古の楽園ではまずシックの祝福を手に入れよう。その後栄翔の祝福を優先的に選択するといい。共通刻印は大滅を優先的に選択し、2つ目の革新刻印でダメージを大幅に上げよう。支援枠はバルキリー戦車と血染めのバラで敵の吸い寄せとダメージアップ効果を狙う。戦闘開始時、ナイト形態に切り替え突撃と精鋭攻撃を発動し長編エネルギーを回復。2回目の突撃と精鋭攻撃を発動後、回避スキルで長編エネルギーを回復し再び攻撃につなげるといい。必殺技や武器スキルの発動でさらにダメージを上げるのもいいだろう。名前は別の名前でのみ上書きされ、人生だけが別の人生を背負えるのだ。長い人生にとってはそのどちらも簡単だろう。
難しいのはどう自分自身になるかだ。今の彼女はそれができている。